はい、皆さんこんにちは。日本語教師のゆかです。今日はあれこれラジオの収録なんですが、突然風が吹き始めまして、ちょっと音声が大丈夫かなって心配をしながら動画を撮っています。どうでしょう？大丈夫でしょうか？はい。あれこれラジオは日本語を学んでいる方向けのラジオです。日本語でいろいろなことについて話をします。YouTube の他に Spotify や Amazon Music などでも聞くことができます。お好きなプラットフォームからぜひフォローをお願いします。今私は栃木県の那須に来ています。那須は東京から新幹線で1時間ぐらいのところにある温泉地、そして避暑地として有名な場所です。今私はちょっとしたこの林の中にいまして、後ろには貯水池があります。そして今日ね、朝は少し曇っていたんですが、青空も少し見られるようになりました。とってもいいお天気です。今日はこれから昔から湯治場として使われてきた温泉の宿に宿泊します。せっかくね温泉が有名な場所に来ているので、今日は皆さんと温泉の話をしようかなと思っています。日本は全国各地に温泉があります。温泉がない都道府県というのは多分ないと思いますね。基本的に全部の都道府県に温泉があります。沖縄にもあります。北海道にももちろんあります。そして、温泉というと温泉宿に宿泊して、温泉を楽しむというのが旅行客としては定番のね温泉の入り方だと思うんですが、そういった温泉旅館以外にも町の銭湯などもたくさんあります。なぜ温泉に入るのかというと、やっぱり一番は温泉の効能を期待しているからだと思います。それぞれの土地の温泉の成分というのが違っていて、でその成分によっては、肩こりをちょっと和らげる効果があったり、またよく温まったり、皮膚に良かったりといういろんなねその効果が期待されていて、それを目的に温泉に入るというのが結構大きいかなと思います。あとは単純に露天風呂とか温泉に浸かると気持ちがいいっていうね、そういう精神的な癒しを求めるっていうのも温泉に入る理由の一つかなと思います。今日ね私は那須の板室という温泉地に来ているんですが、那須には2つ有名な温泉地があって、1つは那須塩原、もう1つは那須板室です。今日は私はその板室の方に来ています。塩原の方は結構SNS とかでもね紹介されることが多くって、温泉街でちょっと食べ歩きとかができるような雰囲気の場所ですね。割とメジャーかなと思います。で板室の方はどちらかというとちょっと落ち着いていて、長期滞在して長い期間をかけてリラックスをする、静かな環境が好きなちょっと大人向きの、場所かなと思っています。今回私が宿泊するそのお宿はもともとは湯治場として使われていたそうで、湯治場というの皆さんこの言葉を聞いたことがありますか？湯治というのは、湯に治すと書きます。湯というのは温泉の湯です。で治すというのは、病気を治すという意味。つまり温泉で病気を治す、それを湯治と言います。で湯治場というのはそのように、病とか精神的な不調とかを、治す癒す目的で、ある程度長い期間滞在する人向けの、施設です。それを湯治場と言います。で今は、そのような湯治場というのは、多分以前よりは少なくなったのかなと思います。割と伝統的なスタイルの湯治場というと、小さい自分の部屋があって、で共同の台所があって、で、長期滞在するので自分で食材を買って料理をしたりとかして、で、温泉はいつでも割と入る自由な状況なので、朝昼夜とね何回も入って、
で温泉に入る他は、部屋で少し本を読んだり、また昔の作家とかだったらね、そこでこう執筆活動をしたりっていう、そういうようなところで、そういうところに滞在する場合は割と多いのは、1週間とか1ヶ月2ヶ月とかある程度の期間長く滞在するというのが多かったようです。ただ今そのようなスタイルの湯治場というのはだんだん少なくなってきているようで、今回私が宿泊するところも1泊2日から宿泊ができるというところです。なので、もう少しこう気軽により現代的にその湯治を、体験できるというような施設になっています。温泉って本当に各地にあって、それぞれね有名なところとか地元の人だけが知ってる秘密の温泉とかいろいろあるんですが、戦国時代とかねドラマを見る方が好きな方はもしかしたら知ってるかもしれませんが、そういう戦国時代ですから戦いが多いですよね。で戦いで傷ついた人たちがその自分の傷を、治すために、自分たちの専用の敵から見つからない場所にある秘密の温泉地というのをこう持っていて、でこう戦いが、終わったらその温泉地に行って傷を癒して、でまた戦いに行くっていうそういうね使われ方をしていた温泉地もあります。今はさすがにねそうやって戦って傷を負う人というのはほとんどいないので、そういうね深い傷を負って温泉に入るっていう人はいないですが、それでもこうちょっとした関節の痛みとか手術の跡がちょっと痛いとか、または何かこう内臓のね問題があるとか、あるいは、精神的にちょっと、優れないとか、そういう人たちが温泉地に行くっていうのは今でもね結構多いですね。で人によってはここの温泉は自分にはすごく合うっていうね、自分の好きなタイプの温泉っていうのもあったりします。あとは温泉の入り方なんですが、今日本で温泉に入る場合はほぼ100%服を全部脱ぎますね。完全に裸の状態になって入ります。それがその温泉のマナーです。なので水着を着て入るというのはダメですね。でも実は昔々の日本の温泉というのは実はそうやって服を脱ぐのではなく、服を着て、そして、温泉のその蒸気を体に当てるという形でした。なので今とは随分違いますよね。でその時に着る服が浴衣びらという服です。はい、浴衣というこの名前を知っている方も多いんじゃないかなと思いますが、今浴衣というと夏祭りに着ていくもの、夏にお出かけする時に遊びに行く時に着るものという印象が多いと思います。実は浴衣というのはもともとはそういうね温泉に入るための浴衣びらから来ている名前です。主にね綿でできているちょっと薄い気軽に着られるものですね。はい。そういった感じで昔からね今までずっと日本人は本当に温泉が好きで、各地にねそういう温泉地があっていろいろな楽しみ方ができます。皆さんはどこか好きな温泉ってありますか？もし皆さんのおすすめの温泉地があればね、ぜひコメントで他の人にもシェアしてください。はい。そしたらじゃあ今日は、あれこれラジオここまでで終わります。皆さんまた何か聞きたい話があればぜひリクエストをお願いします。それではまた次の回でお会いしましょう。バイバイ。